この小さなはぎれたちをきれいに整えて切ってあげて、パッチワークしてつなげてあげると、なんでこんなにかわいいんだ。かわいい。かわいい。化粧ポーチが欲しいんだよな。今のは小さすぎていつもパンパンだ。この間は旅行のパッキングに便利な家族みんなのバッグをはぎれで作ったのだけれど、それは海外で旅行するときは特に普段使い慣れた馴染みのあるものが旅先でもあると安心するのもあるし、やっぱり自分が便利と思えるように作れるのもいいからだ。旅行便利グッズ第2弾として今回ははぎれを可愛くパッチワークして化粧ポーチを作りたいのだけど、どうやって作ろうかな。欲しいイメージを絵にしてみよう。こういう丸い形で、ここにファスナーがあって、側面はこんな感じでパッチワークしよう。蓋にも花の形のパッチワークをアップリケみたいにつけて、側面にこういう持ち手をつけようかな。ふむふむ、これを作るにはどんなパーツがいるか分解すると、まず持ち手だよね。あとは表の蓋と裏の蓋、それから表の底と裏の底。表の側面に丸くぐるりとつけるファスナー。あと裏の側面だね。こんな感じかな。漏れはないかな。普段使っているお化粧品の中で一番大きいものはこの筆だね。だいたい17センチぐらいだから、これが入る大きさのポーチにしよう。出来上がりサイズは18センチを目安。この厚紙に型紙を作ってみようかな。出来上がりが18センチだから半径9センチでコンパスで丸を描こう。今度は縫い代1センチ足して、蓋と底の型紙はこんな感じかな。お花はだいたいこれぐらいの大きさかな。これでバランスは良さそうだね。改めてはぎれのハトロン紙にお花の型紙を作っていこう。さっきの大きさを丸で描いて、縫い代を足して、型紙を切り取ろう。花びらの大きさを決めよう。ケーキを切るみたいに
4等分は大きいからやはり8等分かな。お花の真ん中に丸をパッチワークしたいからこれぐらいの大きさかな。厚紙で作っておこう。縫い代もつけて花びらの大きさも決まったから花びら1つ分の型紙を作ろう。花びら1つに縫い代をつけて切り抜こう。よーし、蓋と底とお花は OK だね。あとは側面だね。直径は18センチだから円周が側面の長さ。直径×円周率。おー、小学校の勉強が実践で役に立ってる。側面は 56.5 センチに縫い代2センチだ。高さは6センチぐらいがいいかな。あ、そうだ。ファスナーの端に縫い留めるタブみたいなのも必要か。この大きさは作りながら考えよう。どんなはぎれたちで作ろうかな。まずは小さなはぎれをチェック。黄色系と青系が多いかな。この間整理したはぎれもチェックしよう。この鮮やかな青は子どもたちの入園グッズを作った時のはぎれ。この青ベースで黄色も使って作っていこうかな。まずは側面の生地をカットしていく。これぐらいの大きさをパッチワークして側面を作っていきたい。
さあいよいよポーチに仕立てよう。
よーし、チョコパワーを注入して頑張ろう。